どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は久しぶりにルームツアーをやってみようと思います。前回のルームツアーがもう1年ぐらい前でレイアウト変更をした直後だったんですけども、前回から結構ね模様替えをしていて、家具とか照明とかねかなり変わってますので、そのあたりを中心に紹介していこうかなと思います。でこの部屋は賃貸なんですけども、間取りはここが12畳のワンルームで、カウンターを隔てた向こう側に約2畳のキッチンがあって、その向こうにバストイレとかがあるといった感じになっています。でこの部屋ね結構長く住んでるっていうのもあって、物もね割と増えてきた後に何より植物がどんどん増えてきているというのもありまして、だいぶ手狭になってきているので、この隣の部屋、隣の部屋ですねにもう一部屋借りていまして、この約半分ぐらいの大きさの部屋なんですけども、そちら借りてまして、作業用の PC デスクであるとか、この部屋に入りきらない植物とかをね置いて育成所みたいにしています。そんな感じで2部屋借りていて、ここに僕とこのフレンチブルドッグのこたつくんと、あとベタのみかんと一緒に暮らしています。そんなね我が家ですが、よかったらねご覧いただけたらと思います。ではルームツアー行ってみましょう。はい、ルームツアー、まずはこのテレビボード周りから紹介していきます。テレビボードはこの前カスタムオーダーした USM ハラーですね。サイズ感もぴったりだったし、マットシルバーでね、いい色に仕上がりました。めちゃくちゃ気に入ってます。で、その上に東芝レグザの、これは43インチでしたかね、テレビを置いてます。で、あとはこの棚の部分に本を置いていたりとか、あとはオブジェとか、ブルーレイレコーダーとかね、入れてます。あと上の段にもオブジェを置いたり、あとこれ IKEA のライトですね。でこっち側にはヘイのランプと、あとは植物いくつか置いてます。で、この USM ハラーは結構ね、収納力があるんで、こんな感じで引き出しの中にはカメラ機材入れてます。で上の段には結構コンパクトなカメラ置いていて、これは DJI Pocket 2ですね。で、あとは Osmo Pocket 3と、あとは GoPro とか、あとこちらリコーの GR3X ですね。最強のスナップシューター。大好きなカメラです。で、こちらもリコーのコンデジなんですけど、CX1 というね、結構古い機種ですけども、掃除してたら出てきたんで、ここ置いてます。で、このカメラは富士フィルムの XT10 なんですけど、初期の YouTube の撮影は全部これでやってましたね。最初の台湾 Vlog とか全部これで撮ってます。思い出深いカメラです。であとこの辺はカメラ周辺機器を入れてます。で、このケースはヘイの折りたたみのケースですね。いろんな色があるんですけど、ここはオレンジとホワイトかな、組み合わせて置いてます。はい、上の段はこんな感じで、下の段に行くとまたここはね、カメラレンズがいろいろ入ってます。カメラレンズもね、結構増えましたね。あとサブカメラの α7 IV。で、こちらはライカの M10R ですね。台湾のフォトウォークとかでも大活躍したカメラですね。あとここにはバッテリーとかフィルターとか入れてます。これもね、ヘイのケースですね。でカメラとかレンズはね、湿度の管理が重要なので、このスイッチボットの温湿度計を置いて、温湿度管理をね、徹底しています。こういったカメラドライ、除湿剤入れたりとか、あとこっちは充電して使える除湿機ですね。こういったものを入れてます。はい。左側の引き出しはこんな感じで結構いろいろ入りますよね。で、右側は、これはね、手前に開くこういったドアになってまして、ここにはこのファイルケースとか入れてます。このファイルケースもね、一新とプロダクツってところなんですけど、スタイリッシュでかっこいいですね。あとこっち DVD とか、あとはこうプリンターとかガジェットとか入れてます。で、そう、これがね、シティラジオっていう Bluetooth スピーカーなんですけど、アプリから世界中のラジオをね、流すことができるというので買ったんですけど、Bluetooth のね、接続があんまりスムーズにいかないので、ラジオとしてはね、全然使ってなくて置物になっちゃってます。こんな感じでね、国を押すとその国のラジオが聞こえるっていうね、面白いラジオなんですけどね、ちょっと残念。で、一番上の段にはこんなオブジェを置いてます。こちらも説明していきましょう。これがミッドセンチュリーモダンで買ったマーブルアップルっていうね、オブジェですね。あとはこれこたつにそっくりなフィギュア。これは普通に Amazon で買ったやつです。で、その下に敷いてるのはこれシボネで買ったウッドコースターですね。で、この後ろにあるのは、これはヘイのブックエンドですね。
本立て、形が可愛いのでね、オブジェとして使ってます。で、右側にはこんな感じで、ヘイのポータブルランプと、あと開墾植物なんかを置いてます。これはね、ボタンのやつとバックサイドワークスさんの鉢に入れてます。これ可愛いですよね。で、これはアーダーエラーとメゾンキツネのノベルティですね。ルービックキューブみたいになってるんです。で、こちらがヘイの PC ポータブルランプですね。明るさが3段階で変えられるランプで。こんな感じでもう据え置きにしちゃってます。ポータブルなんでね、持ち運びできるんですけど、置きっぱなしにしてます。かわいいキノコランプ。で、続いてテレビボードの横もね、見ていきましょう。やっぱりインパクトあるのはこの IKEA のランプですね。バルムブリクストというね、ドーナツランプです。結構人気なランプなんでね、持ってる方多いかもしれないんですけど、うちでもね、これを置いたことでかなり存在感ありますね。ドーナツ型なのがね、可愛いですよね。で、ガラス製なので、ライトを消してもね、ちゃんとオブジェとしても成立するようなね、可愛いランプです。IKEA のバルムブリクストですね。その横のキャビネットも紹介していきましょう。このキャビネットは IKEA のベストですね。扉はね、このダークブラウンのストライプのものを選びました。これね、いろいろ扉とかもカスタマイズできるのがいいんですよね。で、ベストの上にはこんな感じで、オブジェとかアートとか、あと香り物をいろいろ置いてますね。で、香り物はこんなね、イソップのアロマティックインセンスとか、こちらはね、ソルソホームで買ったパロサントですね。ポップスティックスっていうカラフルなパロサント。で、このパロサントを置いているトレイはライトリーのアークトレイというものですね。富ヶ谷の JAU というお店で購入しました。で、こちらも JAU で買ったトレイと、あとその上に置いてあるのは、ジャーナルスタンダードファニチャーで購入したお香立てですね。パロサントってなかなか火持たないですよね。で、使用前のパロサントはこんな感じでグラスに入れておいてます。暖炉のパロサントスティックですね。で、あといただき物のフレンチブルドッグのカレンダー。めちゃくちゃこたつですよね、これ。あとこちらがミナペルフォネンのカップソーサーセットですね。これもね、いい色ですよね。で、こちらのバネみたいなやつがトゥーデスのスパイラルホルダーですね。結構最近これ持ってる人多いですよね。これも僕はジャーナルスタンダードファニチャーで購入しました。で、ここにイソップのレバナンスハンドクリームを立ててます。あとオイルとか、で、こちらもお香なんですけど、これ面白くてアグニ東京インセンスというところのお香なんですけど、これね、リリー・シュシュのすべてって書いてるんですけど、映画をテーマにしたお香ですね。映画の中に出てくるエーテルをイメージした香りをね、つけたお香です。これ以外にもね、いろんな映画をモチーフにした香りがあってね、面白いですよね。あとこちらはマットエレンのポットポプリですね。こんな感じでリチャージャーオイルを垂らすと、この石にね、垂らされたオイルから心地よい香りがね、漂うというものですね。これは草原のような香りが漂うオイルです。めちゃくちゃいい匂いなんですよね、これ。で、このポットと同じような形のが後ろにあるんですけど、こっちは、こういったね、レシートとか、とりあえずポケットから出したものなんかをしまっておくポットです。後でこれ整理するんですけど、一時的にここに入れとくって感じですね。ポットポプリと同じデザインなんでね、パッと見わかんないですよね。あとこちらは OBJT のリバースインセンスホルダー。結構前から何度か紹介していますけども、これはこういう風にね、スティックインセンスに火を灯して、逆さまにこういう風に取り付けて楽しむものですね。で、ここにもランプを置いてまして、これもね、IKEA のシムリスハムンというね、ランプですね。で、これもね、ちゃんとガラス製なので、結構しっかりした作りです。で、その横にはマイトンのポスターを置いてます。ヌーンっていうポスターですね。このね、色の組み合わせすごい好きですね。で、このポスターのカラーに合わせたターコイズブルーであったりとか、テラコッタカラーのものなんかいろいろ置いてます。はい、キャビネットの上はこんな感じです。で、キャビネットの隣にはハンガーラックがあって、これはヘイのニットというハンガーラックですね。先端の部分がこんな感じで結構特徴的なデザインの面白いハンガーラックです。で、そうだ、このハンガーも紹介しておきましょう。これはレキサイトのグルハンガーというものですね。このニットに合うハンガーだなと思って買いました。で、ここにかけてるのはマイトンのタオルブランケットですね。エラティックバンブーというデザインなんですけど、このデザインもね、すごい気に入ってます。
シンプルなんですけど、色もいいし、あとね、タオルの品質もいいんで、めちゃくちゃ気に入ってます。あと、ハンガーラックの後ろにあるのは、これはニッセダールっていう IKEA の姿見ですね。で、このハンガーラックの下はこんな感じになっています。下に敷いてるのはこれもヘイのドアマットですね。で、このボーリングの玉みたいなやつは、これはね、ブックエンドですね。ヒアバイディテールのスロープブックエンドというものです。こんな感じでボールで本を挟んでおくブックエンドですね。これも表参道のシボネで見つけて購入しました。で、この電源コードなんですけど、これね、オレンジで可愛いんですけど、これ実はね、業務用のコードみたいなもので、スターライトというところのカラー十字延長コードなんですけど、こんな感じのオレンジの結構ポップなコードですね。で、先端につけてるのはファーゴのサチカラーっていうね、USB とかも挿せるマルチタップ。こちらもオレンジを選んでこのように挿して使ってます。結構ね、ガジェットとか電源供給をね、急にしたくなるもの家の中で多いので、ここに置いといても馴染むようなカラーのコードとマルチタップを選んでみました。で、スツールの上にマーシャルのアクトン3ですね、Bluetooth スピーカーを置いてます。このアクトンのスピーカーね、ほんとデザインもいいし、あと何よりね、やっぱり音がすごいんでね、かなり気に入ってます。で、これを置いているスツールはアーノルドサーカスツールというもので、これもね、ミッドセンチュリーモダンで購入しました。で、その後ろにはドローアラインを立てていて、で、ここに iPad mini を置いて再生中の音楽を表示したりとか、上の段にはベルキンのブーストチャージプロを置いて、で、普段使ってない iPhone 15 Pro をスタンバイモードにしてカレンダーを表示したりしてます。で、その上の段には Google Nest Hub を置いて、これはね、時計代わりに使ってます。で、ドローアライン一番上の段にはメガネをね、置いてます。僕持ってるメガネこの4つだけですけど、こんな感じでね、メガネを置いてます。で、アーノルドサーカスツールの裏には、形が似たね、このヘイのペーパービンというね、ポスター立てみたいなやつを置いてます。ここにはさっきのアポテーケフレグランスのスティックインセンスとか入れてます。はい、ハンガーラック周りはこんな感じですね。続いてこのソファー周り紹介していきます。まずこのソファーはアイラーセンのストリームラインミニですね。横幅180センチの3シーターです。さっきの USM ハラに合わせて明るいグレーに張り替えました。でクッションカバーもね変えたんですけど、このソファーのグレーとはちょっと違う少し緑がかったグレーを選びました。若干色変えてます。この小さい方のクッションも最近買い替えまして、こちら BFGF のクッションですね。デザインがすごい可愛い。配色もすごいいいんですよね。で、これがデザインハウスストックホルムのノットクッションというね、すごいユニークな形のクッションです。動画に映り込んでると問い合わせ多いですね、これは。で、ここにかけてるのも、これマイトンのブランケットですね。ベッドスローブランケットのダンスというデザインです。このグリーンとね、ピンクのラインがすごい良くて、一目惚れして買いました。マイトンのデザインほんと好きなんですよね。で、ソファーの前に置いているテーブルですけど、こちらもヘイのスリットテーブルウッドというね、木製のテーブルです。すごいね、シンプルな作りなので、置いた時もスッキリしますよね。こちらが45センチ系のテーブルで、足はこんな感じになってます。で、こちらブルーの方もスリットテーブルウッドですけども、こちらは35センチ系なので、少しね、一回り小さいテーブルですね。結構ね、ウッドで軽いので、こんな感じで持ち運んで、サイドテーブルとして使ったりとかね、できるので、このね、使い回しができるところもね、気に入ってます。で、この横に置いてるのが、モンタナのパントンワイヤーですね。ここにはこういったアートブックとか置いてます。で、この上に置いているトレイですけど、こちらはファンダメンタルベルリンというところのグラビティトレイというね、ちょっとこういうユニークなトレイです。この下のね、ヘイのブックとも色が合うのでね、ここに置いてます。パントンワイヤーはね、たまにこたつが無理やり通ろうとしてね、困ります。で、このソファーとテーブルの下に敷いているラグ、これはね、IKEA のラグですね。結構手触りもしっかりしたラグなんですけど、1万円以下で購入できるね、コスパ非常に高いラグです。ストエンセというラグですね。
で、このテーブルを照らしているライト、こちらがモダンデコのペンダントライトですね。で、窓際を中心に植物がね、いろいろ置いてあるので、この辺り紹介していきます。こんな感じでこちらに一塊置いてるのと、あと窓際にもたくさん植物置いてます。で、こちらはドローワラインのムーブロットにモンステラとかアマゾニカとかね、こういった葉っぱが大きい植物を置いてます。で、こちらがアマゾニカですけど、こんな感じでね、めちゃくちゃ葉っぱが大きく育ってるんですよね。こっちの斑入りのモンステラもね、すごい葉っぱがどんどん大きく育ちます。で、こちらがね、ミルクブッシュですね。ミルクブッシュね、名前も可愛いけど見た目も可愛い。すごい気に入ってます。で、窓際はね、こんな感じで青い鉢とか置いてね、青を差し色に使ってますね。この一番下のモンステラとかね、ほんと葉っぱが大きくなってきましたね。綺麗に符も入って、切り込みも入ってね、すごいいい感じに育ってくれています。で、このモンステラの鉢に挿しているこちら、これ結構お問い合わせいただくんですけど、こちらラッキーシングスのプラントピンというペットボトルのリサイクルで作った植物の支柱みたいなものですね。これデザインがすごい可愛いのでね、ここに挿してます。で、こちらにもね、白のプラントピン挿してますね。白も可愛いですよね。で、一番下の段にはパキポディウムグラキリスのフィギュアですね。ビームスとボタナイズのコラボフィギュアですね。もちろん未発根です。根っこないです。で、この植物の奥には、ここにもね、マイトンのポスターを置いてます。ガーデンというね、デザインのポスターなんですけど、これね、額縁に入れて置いてるんですけど、これは実はどかすと、後ろにコンセントがあるので、これをね、隠すのに使わせていただいています。植物の奥でね、すごいこのデザイン可愛いんで、アートとしての存在感がありながら、コンセントの存在感を完全に消すというね、そういった役割で置かせてもらってます。で、このグリーンの後ろにあるフロアライトがサバンテというフロアライトですね。これもずっと使ってるライトですけど、いい感じにコーナーを照らしてくれてます。で、こちらのブラインドですけど、ブラインドはね、カーテンレールに取り付けられるニトリの NT ブラインド25というのを取り付けています。取り付けも簡単で、以前ね、これ茶色のブラインドだったんですけど、部屋のね、模様替えに合わせて白のブラインドに取り替えました。部屋がより一層明るくなりました。で、足元にはオールグッドフラワーズのラグマットを引いています。で、隣の大きい鉢を乗せているスツールが、これも IKEA のシルレというスツールですね。鮮やかな青とフォルムがすごい気に入ったので、こちらのスツールを取り入れました。で、この下にあるこの箱なんですけど、これは缶なんですが、これもね、ヘイのものですね。ヘイのティンコンテナという缶なんですけど、この中にはこう植物にね、吹きかけて使うリーフクリーナーとかそういったものを入れています。こんな感じで目隠しするように缶の中に入れて、ここに置いてます。このヘイの缶かわいいですよね。で、その横の窓際にもこんな感じで植物とかオブジェいろいろあるんで、このあたり紹介していこうと思います。まず我が家のもシンボルツリーになりつつあるこちらのエバーフレッシュ。もともと15センチぐらいしかなかったんですけど、2年ぐらいでみるみる大きくなって、もう今ではね、こんな大きく育ちました。もう完全に我が家のシンボルツリー。で、その横にはこの部屋にずっと置いてます。こちらのミシン台を置いてます。このミシン台も植物とかオブジェを置く台としてね、使ってます。ミシン台の上に置いてあるものを紹介していきます。まずこちらが表参道のモマで購入したストラタのセラミックプランターですね。これもね、鮮やかなブルーとこのデザインが可愛いなと思って購入しました。で、その横はファットラバーですね。西ドイツ生まれの牡蠣なんですけど、ファットラバーっていうのは太った溶岩って意味なんですけど、このね、溶岩が溶け出たような面白いデザインのポットなんですけど、この左2つはね、ボタナイズで購入しました。オーナーの横町健さんの私物放出会みたいなやつがあって、その時にこの2つは迎え入れさせていただきました。ファットラバーのデザインかっこいいですよね。で、この横の小さい一輪挿しみたいなやつ、これもファットラバーなんですけど、これは下北沢の世界クラスで購入しました。これも色の組み合わせすごい気に入ってます。で、その横にあるのがこちらがカフェキツネのスノードームですね。こんな感じで。かわいいスノードーム。僕の大好きなカフェキツネのスノードーム。
で、その隣にはこのドームに似た形の IKEA のポットに入ったジュエルオーキッドがありまして、その隣にはベタのみかんくん。コミュニケーション力が非常に高いベタのみかんくんですね。今日も元気に手振ってくれてます。で、その横にも植物がいろいろありまして、こちらが IKEA のオーケルベールという簡易温室みたいなのに入ったアロイド系の植物ですね。ある程度ね、湿度が必要なので、こんな感じで蓋が閉められる環境に置いてますけど、環境がね、合ってるのか結構葉っぱも大きく育ってくれてますね。で、その隣にはビカクシダとかオモトとかを置いてます。この大和田沙織さんのアートを囲むようにビカクシダが並んでるわけですけども、こう見るとね、前回のルームツアーからかなりビカクシダの数増えましたよね。で、ソファーの後ろには大株のアガベとパキポディウムグラキリスとオペルクリカリアパキプスなんかが並んでいます。YouTube 撮影するときもよく映り込んでるのはここですね。で、こちらはこたつのケージの上なんですけど、こたつのケージの上にはこんな感じで中株のアガベとか置いてます。アガベとかすごい数あるので、こたつのケージの上とかをね、使わないと足りないぐらいにね、結構部屋の中でアガベの占有面積が広くなってきてます。で、あとこちらはベッドスペースですね。ダブルベッドなんでね、結構広いんですけども、だいたいこたつがね、真ん中にこういう風にドーンとね、寝てることが多いです。で、マットレスはコアラマットレスを使っています。で、掛け布団はコスモダウンというね、もうこれ1枚で冬越せちゃうぐらいの暖かいエアロゲル素材を使った掛け布団。で、その上にかけてるのはこちらもマイトンのオールシーズンブランケットというものですね。裏面がサラッとした生地で、表面がね、暖かい生地になってるので、こたつがね、こういう風に布団の中に入らずに布団の上に寝たりすることがあるので、このね、暖かい面を上にしてあげて、こたつがね、暖かく寝られるようにしてあげてます。こんな感じで気持ちよさそうに寝てますよね。全然起きない。で、こちらベッドフレームは無印良品のタモ材のベッドフレームです。結構前の商品なので、もう今はね、購入できないと思います。で、ベッドサイドに置いてるのが空気清浄機ですけども、こちらエレクトロラックスのピュア A9 というね、空気清浄機なんですけど、これめちゃくちゃ気に入ってるんですけど、急にね、エレクトロラックスの日本での取り扱いがね、終了してしまったので、これのね、フィルターがもう買えなくなっちゃったんですよね。だからもうどうしようかなって結構ね、今困ってます。はい、ベッド周りはこんな感じですね。こたつも僕も非常に心地よく寝られるベッド環境です。続いてキッチンを紹介していきます。まず冷蔵庫の上に置いてるのがヘルシオですね。2024年の買ってよかったものナンバーワンはこれじゃないかってぐらいにほんと毎日使ってる我が家の必需品ですね。ヘルシオ。で、食洗機のラクアミニプラスですね。で、上から水を注ぐんですけど、うちのね、蛇口からこうシャワーみたいなのね、引くこともできないので、この上にダイソーで購入したこういうタンクみたいなやつを置いて、ここから給水するようにしています。これ導入したことでね、すごい給水しやすくなりましたね。で、シンクにはまずこの三角の水切りですね。これ非常に使いやすい水切りです。かぶせているネットは無印良品のネットですね。で、あとオートディスペンサー。こちらが食器洗い用。こっちが手洗い用ですね。で、あとこれが食洗機の洗剤を入れているボトルですね。サラサデザインのスクイーズボトル。これに入れてます。あとこちらはイソップのハンドソープ。とても香りがいい。で、あと後ろには手洗いした食器の水切りと、あと包丁とかがこんな感じで置いてあります。で、キッチンの足元にはこのこたつが飲む用のお水を置いてます。ヘイのドッグボールというのに水を入れておいてます。で、下に敷いてるのは IKEA のバスマットですね。で、ボールを少し高いところに置いてあげたいので、無印良品の竹材の足を買って置いてます。足ちょっと高かったんで自分で切って高さをね、合わせて少しだけ低くしてあげてます。で、キッチンの横のね、コーヒーコーナーも紹介していきましょう。毎日僕がコーヒー入れるときに使っているコーヒーの抽出器具がいろいろ並んでいます。まず上の段ですけど、ここはこんな感じでコーヒーのドリッパー、いろんな形のものを置いています。一番使うのはこのカリタのウェーブドリッパーですかね。あとこういうね、クリスタルドリッパーとかちょっと見た目がかっこいいものもいろいろ置いてます。あ
あとね、この折り紙とかね、折り紙もすごい色もいいし、デザインもいいですよね。で、その後ろにはコーヒー豆をね、キャニスターに入れて置いています。こんな感じで。全部違うコーヒー豆をキャニスターごとに分けて入れています。なのでね、その日の気分で飲みたいコーヒーのフレーバーを選んで飲んでる感じですね。で、豆はだいたい8種類ぐらい置いていて、で、あとこれが手引きのグラインダーですね。コマンダンテですね。手引きなのにめちゃくちゃ引きやすいグラインダー。で、ここはお気に入りのマグカップとか置いてます。で、後ろ側には急須とかもね、置いてますね。で、下の段はコーヒーを抽出するときに使う器具をいろいろ置いていまして、一番左がカリタのカリタブラックナイスカット G ですね。だいたいドリップコーヒーはこれで引いています。で、エスプレッソとかに使うように細かく豆を引きたいときはこちらのラゴムミニを使ってます。あとペーパーフィルターはこの辺置いてますね。で、こちらは電気ケトルですね。ヤマゼンの EGL-C1281。僕がずっと愛用している電気ケトル。お湯がすぐに沸くし、1度単位で温度調整ができるので、コーヒードリップにはね、もうぴったりなんですよね。で、こちらがカーボネーター3、炭酸水メーカーですね。で、お隣がデロンギのデリカエスプレッソメーカーですね。で、一番右にあるのが同じくデロンギのマグニフィカスタートですね。圧倒的に簡単にエスプレッソもスチームミルクも作れるんで、最近はね、デリカ使わないでマグニフィカスタートでね、エスプレッソを入れちゃってますね。本当に便利です、これは。続いては玄関周り紹介していきます。玄関マットもこちらね、マイトンのラグマットを使ってます。これもガーデンというデザインのものですね。で、壁際にはこのラックにね、スニーカーを並べておいています。メゾンキツネとニューバランスのスニーカーが多めですかね。こちらもニューバランス、オーラリーとのコラボスニーカーとか、OAO のスニーカーとか、あとはサッカーにのスニーカーも置いてますね。で、革靴が置いてある棚の下、ここもね、もともと棚がもう一段あったんですけど、棚板を外しまして、ここにね、折りたたみ自転車のブロンプトンを収納しています。棚の一番上にはイソップのハンドジェルと、あとはドライフラワーとか、パンパスグラスとかね、置いてます。で、あとこちら、これはね、サンタマリア・ノベッラのポプリなんですけど、これすごいいい香りで、玄関入った瞬間に心地いい香りで包まれます。で、その後ろのこのポット、この中に入ってるのは大量の小銭です。家に帰ってきて財布の中の小銭とかポケットの小銭とかね、もう全部ここに入れちゃいます。小銭ね、なるべく持ち歩きたくないんで、もう帰ってきたら全部ここに入れちゃいます。はい、玄関はこんな感じになってます。はい、これでだいたい紹介できましたかね。はい、今日は僕の部屋のルームツアーをしてみました。いろいろ紹介しながら撮りましたけども、ピックアップできなかったアイテムも多々あると思いますので、映り込んでいて気になったものなどがね、ありましたら気軽にコメントで質問ください。はい、今日の動画は以上です。もしこの動画が良かったと思った方は、ぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではこんな感じでインテリアやライフスタイルに関する情報もお届けしていますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。